賽の河原。現世とあの世を分ける三途の川の河原。親より先に死んだ子供が来るとこ。北海道に賽の河原いくつかあり、その一つが積丹、鴨江内村にある。幕末北海道を探検した松浦武四郎の日誌にも出てくる。和人はここを山陰の河原という。船で寄って小石を積み置く。私は1846年、ここに一泊したとき、水夫から聞いた話では、この石を昼崩して置いておくと、夜また前日のように積まれているという。地下道を抜けると遊歩道が始まる。一度海岸に出て急な登りが始まる。急な階段のピークで登りきると目の前に地蔵道と樹房岬が見え、感動的な青い海が広がる。そしたら、はやぶさくん行ってきます。サイの河原。バス停は2時に1本しか来ないっていう、1日に1本だけだね。来る人いるんだろうか。なんかトイレがあったはずなんだけど、なくなってるね。十分注意します。ヒグマもそうなんだけど、マムシもね、います。川の水が、多いな。この道が、両端子の穴を進むっていうのはちょっと大変なんだけども。はい、10分ぐらいでここまで来ました。ちょっとね、砂地みたいな感じになってて、歩きやすいかなっていう。岩山を越えるのが、あれですけども、多分、なんとかなるでしょう。ヒグマ、あれが遊歩道だね。あれが遊歩道ですね、9。黄色い、あれは、江戸街道かな。崩落がないか。上も気にして、下も気にして忙しい。特徴的なカタツムリみたいな。さてさて。いや、もう、サイの河原そこなんですね。これを無事降りれば、こっちは、降ってるんで、こっちから降りていくから。おー、シャコタンブルーだ。誰も、いないですね。ここは多分何年か前に崩落したところだと思うんですよね。これ、でっけえな。これ、じゃあ、ヘルメットかぶっててもダメでしょ。
これも何この大きさ。いやー、ぺっちゃんこの、親父のクソだけども古そうだな。うわぁ、すげえ色だな。言うほどあっち側の方から来るんだな。なるほど。かなり上の方を巻いていくんですね。さて、どうやっていくか。上から行けばよかったのかな。こっから行きしかな。大丈夫そうだな。こっちか、こうやって。こうやって。こう落ちたらドボンですが。動かないでくれよ。一難去ってまた一難、こっちはいけねえのか。こっちだ。これでいけるでしょう。なんとかガレ場を突破しました。緊張しました。もう最後からすぐそこだ。これが言うほどなんですね。なんか、これ石置いたものなのかな。あれ、配線だろうか、流されちゃったもんなんだろうか。もう結構時間経ってますね。もう穴開いてるし。ここは、はい。さて。これが、昔あった難破船の名残だと思いますね。この、割と大きい船が座礁して、そのままなって、ユースの人たちが乗って写真とか撮ったりした、その残骸なんだと思いますね。そこにも、ある。バラバラですね。もう見る影もないような感じ。これがメインの船の船体でしょうね。難破船の船体だと思う。あれを越えてきたんだな。ヒグマとかいねえだろうな。岬がこの三日月型になってですよね。左側の先端に行くのはちょっと難しいらしいんですけど、右側の方は行ってる人がいるらしいですね。綺麗だな。この世のものとは思えない。いや、ここはこの世じゃないんでしたよね。石積みがあって、なかなかの雰囲気ですね。西の河原、到着。地蔵尊の言い伝え、南船で妻子を亡くした男は、ニシンカスを作るため、浜辺に漂着した流木を薪にしたかも得ず、海に流しても再び浜辺に打ち上がるのを見て、その木に妻子を刻み、祀った。ちょっと入れない感じですね。浜入んない方がいいし。これはなんかマニシャとかっていうらしいですね。こうやって回って、
儀式的ななんか意味合いがあるって聞きましたね。いやー、感無量です。うわー、の方。で、ここ。パッとね、やっぱり気づくのは、なんか鉄の棒みたいなのがあってですね、あれずっと続いてるんですよね、あの鉄の棒がね。おそらくね、遊歩道があっちの方まで、奥の方まで行けたんだと思うんですよね、昔はね。はっきりした感じの岩があって、ちょっと足運びはちょっと慎重にやらないと危ないですね。お、新しい靴跡だな。誰かいるんか。あれ、ここにも鉄柱みたいなのがありますね。これ。これが遊歩道の後、あ、そうですね。セメントがあるから遊歩道なんだと間違いないですね。両サイド、三日月型の両サイドを昔は遊歩道で行けたんでしょうね。うわお。いやー、この世のものとは思えないな。クレバスがあるはずなんだよ。
これは、どうしようかな。登るもね、半端じゃなく大変ですね。ああ、来た来た来た。クレバスだ。三途の川といったような趣だな。ああ、ここ、渓谷みたいになってるので、風がね、気持ちいいのが、下からこう、来るんですね。ああ、汗が効いてきます。北海道の夏ですね、こんな秘境でですね、ひとときを過ごせるなんて、いやー、今日は来てよかったな。気持ちいいです。このままあの世に行っちゃいそうです。あー、あっちはなかなか。あ、いや、これ、踏んづけよかったよ、これ。ピピったぜ。マムシが。だったらどうしようかなと思ったんだよ。はあ